はい、どうも、シモンです。今日の動画はタイトルでもわかる通り、いつもと違う感じの動画になると思います。今日の動画は多分9割ぐらいこんな感じで僕がここに座って喋る動画になると思うんで、よかったらゆっくり見てください。この動画では僕が先週ぐらいに捕まった話をしようと思います。この動画作ろうか迷ったんですけど、メッセージとかコメント欄で結構聞かれたんで、誤解を生むのも嫌だったんで作ることにしました。とりあえず何が起こったか話します。いろいろありすぎて勘違いとかも生みたくないんで慎重に話していきます。で、何が起こったかっていうと、その日は3月12日ですね。ちょうど僕がインドとネパールからスケートエイドをやって帰ってきて、ちょっとした時です。その日は友達と舞浜スケートパークっていう千葉の方にあるスケートパークで一緒に滑る予定でした。僕は東京の西側に住んでるんで、電車で1時間半ぐらいかけて行きます。で、僕は友達と舞浜駅に11時集合で待ち合わせをしてました。11時に舞浜駅ってことは僕9時過ぎぐらいに家を出ないとダメなんですね。普通に起きて支度して間に合いそうだったんですけど、自転車で駅まで行って電車だった瞬間にもう家の前にスケボーを忘れたことを思い出して一回取りに帰ったんですよ。その時点で友達にちょっと30分ぐらい遅れるって連絡しました。舞浜駅に行くのに東京駅で乗り換えるんですよ。で、その東京駅で事件は起きました。僕11時ぐらいに東京駅着いて乗り換えて11時20分とか30分ぐらいに舞浜駅に着く予定でした。なんで東京駅に着いて僕は、京王線っていう線に乗り換えないとダメなんでスケボーとカバンを持ちながら、その線に向かって歩いてました。そこで事件が起きたんです。普通に東京の駅の中で歩いてたら後ろから肩をポンって叩かれて、うわ誰やと思って振り返ったら30歳ぐらいの男性がいたんですね。で何やろなと思って見たら提示してきて、よく見たらその警察の人だったんですね。私服警察だったんですけど、3人の警察が周りにブンって来て、職質ねって言われて、角まで連れてかれました。職質は任意なんですけどいつも協力してるんで協力しました。っていうか実質断れないけど、ちなみにわかんないですけど、最近よく駅の改札内で職質されます。その2日前も新宿駅で職質されて、ツイッターにこんな文章を書きました。多分僕がスケボーを持ってて、多分ちょっとハーフやから職質されやすいんだと思います。で、その職質を受けた時間がだいたい11時10分ぐらいだったと思います。って感じで職質ねって言われて、財布から、ID とか出してカバンを確認されました。で、そこで僕のカバンからあるものが出てきて、それが全ての始まりだったんです。何が出てきたかっていうとこれです。わかる人も結構いると思うんですけど、これはカード型の便利キットです。こんな感じでここにハサミとか、ここにライトとか、あとはここにルーペがついてたり、ペンがついてたり、ピンがついてたり、ピンセットとかちっちゃいナイフがついてます。警察にこれは何だ、何に使うんだって言われて、で僕これなんで持ってるかっていうと、スケボーの、メンテナンスとかに使うから持ってました。そう、スケボーってこんな感じでボロくなっていくと結構木材の破片が手に刺さったりして痛いんですね。それをピンセットで抜いたり、グリップテープとか出てきた木材をナイフで切ったりいつもしてました。でこういう風に、スケボーのグリップを切ったりするって言ったら、警察がちょっとこれは怪しいなってなって、長い物語が始まったわけですよ。で、そう、何が問題かっていうと、今はないんですけど、ここにこう刺せる刃物が入ったんですね。何センチか忘れたんですけど、3センチから4センチぐらいの刃物が入ってます。で、警察がそれをすごい気に食わなかったかというか、危ないと思ったのか、警察の方に電話して物事は大きくなっていきました。そう、刃物には銃刀法っていう法律があるんですね。銃刀法っていうのがどういう内容かっていうと、刃渡り6センチを超える刃物については業務その他正当な理由による場合を除いてこれを携帯してはならないっていう法律があります。なんですけど6センチ以下でも正当な理由がないと持ち歩いてはいけないんです。僕の場合は6センチもなくて4センチ以下とかで、しかもそのスケボーのグリップを切るっていう理由があったんで持ち歩いてました。で、スケボーのグリップを切るために使うって言ったんですけど、その3人のうち2人が電話し始めて、やばいスケボー持ってる若い人がいるみたいな感じの電話をして、とりあえず交番まで来いって言われました。で、交番に行ったのが多分11時30とか40分ぐらいで、そらされていろいろ書かされましたね。で、その交番で15分か20分ぐらい経った後、取り調べしないとダメなんで、
署までお願いしますって言われてパトカーに乗って警察署まで行きました。で警察署に着いたら取り調べ室に入ってそこから時刻が始まりました。取り調べ室っていうのは、名前の通り、取り調べをするための部屋です。部屋の大きさは本当に小さくて2人が座れる分の椅子しかないです。でそこに僕が奥に座らされて警察3人がこう周りに立って取り調べが始まりました。で取り調べ室で書く文書っていうのはその警察側が、どういう状況で僕を見つけてで僕が何を持ってて何がダメだったかみたいな文章をひたすら、書くだけです。でその内容を僕が読んでなんか喧嘩に使うかもしれなかったとか意味わからん文章が書かれてたんでそれを僕が怒って訂正してもらってなんかいろいろやって結局は向こう側が書いた文章を僕が認めないと取り調べ室から出してもらえないんで認めて出してもらいました。で僕の場合は正当な理由なしに刃物を持ってたんで凶器保持で軽犯罪違反って言われました。めちゃめちゃ長くて結局はそのなんていうの反省文というかその手続きみたいのを4時間ぐらい4時間ですよ皆さん4時間ぐらい書かされてデータを取るために指紋とか取って指紋だけにで、手相とか取って顔なんか360度からこうスキャンみたいなのしてでよく映画であるなんか囚人番号00081番みたいな感じの写真をこうやってで全て終わったのが何時ぐらいやったかな確か3時半に取り調べ終わってまた4時過ぎぐらいまであったんで4時20分ぐらいに全部終わりました。で凶器保持で軽犯罪違反って言われたんですけど結局罰金とかも何もなくてあと調査の後大体不起訴になるっぽいんで大丈夫だと思います。11時過ぎに声かけられてから11時12時1時2時3時4時過ぎぐらいまでもう拘束時間めちゃめちゃ長くて、しんどかったんですけどそこで終わってで、その後、友達も待たせてたんで舞浜スケートパークに行きました。スケートパークに着いたのが5時半とかなんで20分ぐらい滑って帰りましたね。で家に帰って今年最悪の日やなと思いながら寝てその日は終わりました。で基本的に何が起こったかっていうのはこんな感じです。で今回僕に起こったこのことで納得いってないというか言いたい意見が3つあるんでそれを言いたいと思います。1つ目は正当な理由として認められなかったことです。僕はこれを持ち歩いているのにはしっかりとした理由があってそれっていうのがそのスケボーのメンテナンスとかそのスケートボードのグリップテープを切るために持ってたんですけどそれがなぜ認められなかったのかっていうのがちょっと今でも納得あまりいってないです。で正当な理由として例えば釣りに行く途中とかこれからキャンピングに行く途中とかあったら正当な理由として認められるんですけどなぜスケボーに使うってなったら認められないのかっていうのが分からなかったです。釣りとかキャンプは認められるのに、スケボーは認められないっていうのはなんかちょっとスケーターへの差別というか、その偏見とかがすごい入ってるって感じました。でこの正当な理由として認められるのにはっきりとしたガイドラインがないんですね。なんでその時そこにいる警察一人一人の、独断っていうわけなんですよ。で実際に取り調べ室で文章を書いてる時も文章を書く時に絡み合いとか喧嘩があった時にそのナイフとか便利キットを使ったかもしれなかったとかいう文章を向こう側が勝手に書いて僕に認めさせようとしてたんですね。そういうとこでもそこの警察の人は、僕みたいなスケーターはいつも喧嘩してるんだなっていう偏見とかを持ってたんだと思います。で僕がグリップテープを切るんですって言った時に警察側がずっと言ってきたのは刃物じゃなくてもいいでしょっていうことでした。刃物じゃなくてもヤスリとかを代用したら切れるはずなので刃物は認められませんって言われたんですね。で代用してヤスリを使えって言われたんですけどそれは言ったら正直キリがなくて何にでも言えちゃうことなんで少し納得がいかなかったです。釣り糸を切るのにヤスリを使えばいいじゃないかって言ってみたいなもんですね。今回の数週間前も僕これを持ってスケボー行ったんですね。でその時に職質を受けてこれを持っている理由にスケボーに使うからって言ったら向こうも納得してくれました。で今回は納得してくれなかったってことは個人的な意見とか偏見がすごい入ってるってことですね。正当な理由かって判断するときに、警察官の個人的な意見が入ってるのに少し疑問を感じました。他にも結構取り調べ室でスケーター結構絡み合いするんじゃないのとか今までどんだけ喧嘩してきたみたいなめっちゃ聞かれたりしました。ちなみに僕喧嘩とか一切したことないんで。
ろしく。スケーターが怪しいから職質をするっていうのは別に全然大丈夫なんですけど、そういった正当な理由とか判断をするときに、スケーターだから喧嘩するかもしれないとか、スケーターだから刃物を持っていたら危ないとか、そういう偏見が入って正当な理由として認められないっていうのは少しおかしいと思いました。で、2つ目に思ったことは拘束時間の長さですね。僕、11時過ぎに職務質問を受けて、で、実際に自由に出れたのが4時過ぎなんですよ。ってことは、実質5時間とか6時間の拘束時間があったんですよ。で、警察側からしたら仕事なんで、特に時間のロスとかはないと思うんですけど、一般人の感覚からすると1日が潰れるわけですよね。で、僕からしたらすごい貴重なスケボーできる時間だったのに、1日が潰されたってことで、すごい残念でした。なのでその警察側の時間の感覚とその一般市民の時間の感覚っていうのはさすがに感覚的に違いすぎるんじゃないかって感じました。で、3つ目は僕の意見とか疑問なんですけど、今回のこのことが起きて警察一人一人がどういうモチベーションで仕事をしているのか、警察は本当に一人一人国民の安全を持って行動しているのか、それとも上司とか、その組織のプレッシャーがすごくて、言い方悪いですけど、とりあえず書類上こういう人を捕まえたっていう事実を残して安心したいのか。でも結局こういう小さな取り調べを続けて本当に悪い人を捕まえたりして国民の安全を守ってると思うんで、難しいとこですね。はい、そんな感じです。僕これからはこれを持たずにヤスリとかを使って、スケボーのグリップを切りたいと思います。みんなも僕みたいなことになったら大変なんで、グリップテープ切るときとかメンテナンスするときは刃物を持ち歩かないようにしましょう。はい、そんな感じです。今回の動画は、僕が9割ぐらいずっと話してる動画だったんですけど、なんか意見とかあったらぜひコメントでお願いします。あと登録してくれれば助かります。ではまた来週の動画で会いましょう。